今日はですね小ネタ集と言いましょうかですね、こぼれ話みたいなものをいろいろ話していこうと思ってます。ですね、今ひも手オフ会っていうふうに僕は呼んでるんですけども、ひも手の人ではないんですね。彼氏彼女が欲しい人のオフ会というのをやっててですね、欲しい人できない人来てくださいというので、ひたすらですねそういうふうな人を呼んで話すという。で僕の方から何か言えることがあれば言うんですけども、人数がですねによってですね大体そのオフ会の質が変わるんですね。3人4人の場合はもうそれぞれの話を聞いて、それこういうふうにした方がいいよというふうにこうガッツリガッツリ話すんですけども、今日例えばやったのが、今日はですね9人来たんですね。でもう9人となると2週なんですよ。1人ずつ話を聞いて、1人話を聞いてほうほうほうって言って、大体その場で僕が思いつくことをバン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 やってって、相手の人に考えてもらうようにするんですね。あんまり友達とかから言われたことがないだろうとかですね、こういうことを人に相談しても、例えば2年前に振られたけどまだ引きずってますとかですね、ずっと十何年片思いを続けてきてどうすればいいんでしょうかみたいなのがあるんですけど、その人があんまり考えたことないようなアプローチっていうのを最初パッと僕の方から出して、じゃあそれ考えといてくださいね、はい次の人っていうふうにやって、9人ぐらいザーッと順番に話聞いていくんですよ。2週目はですね考えてくださいんですけど、他の人の話を聞いてですね、どう思いましたということで2週目に入ってですね、2週目でこの解決編に持っていくんですけども、面白いですね。人によってはですね、本当に45歳彼女いない歴45年ですっていう人もいれば、この1年で 6人ぐらいとデートしたんですけどもピンとこないんですっていうふうな人もいれば、今コメントで全員男なのっていうのがあるんですけど、それがまた面白くてですね、オフ会の法則なんでしょうかね。大体ですね5人参加者がいると1人女性というパターンなんですね。今日ですね9人来てたのが女性2人で、おとついは8人中女性3人、やけに多いんです。なんか半数に近づいてきてるんですね。女性ごとの悩みの質もやっぱ彼氏が今まで全然いませんという人もいれば、片思いで苦しんでますという人もいるんですけども、日によっては本当に僕その場でカップリングソースと作ってデート行ってきてくださいって言って、もう無理やりデート行かせる時もあるし、結局男の人とデートしたことがないっていう人もいれば、女の人とデートしたことない人もいるんで、じゃあ一回やってきてよって言って5分間ぐらいパッと行かしちゃうんですね。で帰ってきた時に、ご機嫌になっている場合もあればギクシャクのままもあるっていうふうなことで、でももうこれもですねやったことがないっていうんだったら経験値上げてもらうしかないんでっていうふうなことで、無理やりデートみたいなイベントも入れつつですねやってるんですけども、いろんな人から話を聞いてですね、で僕自身のこう思うよとか、僕はこうだったよというのも話してやってるんですけども、108人は話聞こうと思ってたんですけども、昨日でようやっとちょうど半分の54人になったんですね。で今日が追加で9人だから、これで63人。パターンがね見えないんですよ、正直な話。情けないところなんですけども、前フロンっていう本書いた時にですね、シングルマザーの人と大体120、30人話聞いたんですけども、30人目か40人目ぐらいのところで一通りのパターン見えた感じがしたんですね。なので残りのですね100人近くはですね、それを確認しながらもうかなりいい感じで助言ができたんですね。今回も2、30人というか3、40人話してみたらパターンわかるかなと思ったんですけども、本当にねこれはパターン見えないなと思いますね。本音を隠してる。いや本音をね隠してもね、本音を隠した人の相談のパターンはもう見えちゃってるからですねその場合はパパッと切り込んでいきゃいいんですけども、やっぱりあんまり切り込んじゃうと、例えば女性参加者の場合はあんまり早めに切り込むとね、みんな心閉ざしちゃうのでですね、一回相手の話を受けて、言い方悪いですけど一回騙されたような感じで、そうなんだみたいなところからじわじわと、でもとかこういうふうになりませんかって言って、その人がいやそれそういうふうにならないんですとか、忘れられないんですとか辛いんですっていうふうなところから、お互いに本音が分かるようにあぶり出していくみたいなカウンセリングみたいなのやってる。それ自体よりは、それを周りで見てるとだんだん自分の心の本音も分かってくるんで、面白いんですけども、まだまだパターンあるなと思ってですね、これの逆バージョンを新宿でやろうと思ってですね、モテてる人のオフ会やろうと思ったんですね。結婚してるんですけど実は他に彼氏いるんです、彼女いるんですとかですね、いや実は現在二股三股状態でという人限定でですねオフ会やって、それで、何人来るか分かんないですけども、来なきゃ来ないでですね、僕読みたい本あるんでですね、本持ってってそれ読むだけでもいいと思うんですけども、モテないっていうふうに自分で言ってる人は
話をよくよく聞いてみるとモテてたりですね、あとモテると思ってる人でも話をよくよく聞いてみるとそうじゃないっていうのもあるんで、とりあえずいろんな枠の人の集め方をしてひたすら話を聞いてみないと、データをですねひたすら人数聞くだけでは僕の方もパターンつかみきれないなと思ってるんでですね、ちょっとあがいております。見学とかはできません。当事者のみの参加で、僕は聞いた話の匿名性というか秘密は守る代わりに、参加者は全員僕に身分証明書を見せなければいけない。他の人に見せなくてもいいけど俺には身分証明書を見せなきゃいけないし、俺はそれを iPhone で撮影するというですねので、もし裏切り者がいたらですねそういう面倒くさいハードルを一回超えたところでですね、いや実は今二股三股やってて辛いんですよなのか、なんか全然辛くないんだけど俺壊れてるんですかっていうの、ちょっとねしばらく芸人さんと話してたらそっちの方がねへんてこな人が割と多かったんで、じゃあそれ一般人の人で話聞いてみるとどういうふうになるのかなと思いました。ちょっとまた別のところで話してたんですけども、いわゆる社会的ポジションがあるっていうか実業系ですね、大きい会社に勤めている部長クラス以上の人たちの家庭がある人が家庭外で恋愛する時の思考パターンみたいなのも最近取材してて話聞くようになってきて、これはこれで本音があんまり世の中に流れてこないなっていうのでちょっと面白いですね。それも聞いてみたいと思います。いろんな人の話が聞きたいのでですね、一応これ108人というふうに最初言ってるんですけども、実はですねその日本中のっていうのも大げさですけども、そんなオフ会開いても誰も来なくなるまでやりたいんですよ。それぐらい彼女いない彼氏いないっていうのの悩み聞きたいし、僕にしてみりゃですね絶対に変だって思ってんですよね。実は彼氏とか彼女ができないはずがないっていうふうに確信してるから、なんでそんな変なパターンに入っちゃったのっていうふうに考えてるんで、とりあえず自分自身の話を聞いて答える能力っていうのは明らかに僕の能力が上がってるので、それに関しては僕にとってやる意味があるんですけども、話をね聞くのに関しては本当に日本中のですね全員とお前こうしろよというところまで持っていって、僕は必ずこうしろよって言った後できそうっていうふうに聞くんですね。その人が実はできないこととかですね、やりたくないことを強制してもしょうがないんでですね、そんな話をしていきたいと思います。この話の流れでですね、今日小ネタなんで小ネタとして吉祥寺でですねタコライス昼間食べてきたんですよね。でそれで今日食べてたらですね、隣にお客さんがいてですね、で隣の客がもうここにピアスつけた俺にとってはなかなか縁遠いですねお兄ちゃんとですね、男の話聞きながら iPhone6 プラスのでっかい画面をこんなことやってる姉ちゃんとか流行ってる店だからめちゃくちゃ狭いんですよ。なので隣の人の声がもう丸聞こえっていうか喋ってる内容が丸聞こえなんですけども、でそこで兄ちゃんが「いやハブ酒飲んだんだけどさ、こういうやつは酒飲んでもそういう風な話女にするよな」と思ってたら、ハブ酒飲んでたらさ中からハブがさ生きて出てきてさ本当大変だったって言ったら女の子が「へー」とか「すごい」とかって言ってるんですけどね。で変だなって思ったんですよ。っていうのはハブ酒のハブで生きてるって俺聞いたことがなくて、ハブ酒のハブっていうのはですね、あれままつけたらハブは毒持ってますよね。だからそのまま酒につけないんですよ。実は一回腹さばいて内臓を抜いて、でアルコールにつけて、でアルコールで毒を抜くんですね。どれぐらいつけるのかっていうと1年つけるっていうんですよね。だいたい平均1年ぐらいアルコールにつけて、でそれを出して、でハブをこうギューッとしごいたら、そしたらハブの肛門からですねその内臓とかに入ったアルコールが抜けるというやつと毒が抜けると、でこれを泡盛につけるとハブ酒になるんですけれども、まあ一応雑学として入ってるんでですねおいおいすげえホラ吹くよなと思ってたんですけどもいやでもねこのホラは正しいなと思って、っていうのはですね、つい先日やっと生まれて初めて俺はロッキー見たんですよ。ロッキーって映画ですよ。皆さんロッキー見たことありますか？ロッキーのねロッキー1ってですね面白いんですけど安っぽい映画なんですよ。シルベスター・スタローンがめちゃくちゃ若い頃ですね、何やっても中途半端で、ハリウッド役者としても監督志望なんですけどシナリオライターとしてももう中途半端なやつがですね、もうこうなったら俺自身を書くしかないって言ってロッキー・バルボアっていうのを主人公にして、イタリアの種馬っていうのをアダ
刀のついてるですねボクサーを描いたんですね。ロッキーの1見てたらですね、そしたらエイドリアンっていう、有名なヒロインを口説くシーンが出てくるんですけど、このエイドリアンがまたいい感じにですねぶっ細工っていうか小ブスなんですよね。あとで撮り方によってどんどん綺麗になってくるんですけども、最初に出てくる時本当になかなか小ブスな感じですね。いい感じで、それがペットショップですっごい地味でこう客と目を合わさないように働いてて、そこにロッキーが毎日のように行ってですねめちゃくちゃ口説いてるんですよね。これがねなんかチャーミングというかですね、イタリア人の男が女口説くっていうのはこれぐらい真剣にやるんだな。その口説き方がもうしょうもないね冗談を毎日言いに来るんですよ。でロッキー亀飼ってですね、その亀の餌っていうのがドライ乾燥虫みたいなやつなんですね。でこの間よ亀の餌ここで買ったんだけどよ、それで亀に餌やったからよ、そしたら蚊とかハエが入ってるじゃんか。蚊はさ食うんだけどさ、でもさハエが入っててさ、でハエ飲み込めなくなって喉詰まらせちゃったんだよ。で俺しょうがないからさどうしたと思う？亀のさ首トントンって叩いてあったら亀がムチ打ちになっちまったんだよな。どうだ面白いだろうっていうふうにエイドリアンに言って、そこまで聞いてこれジョークかって思ってどうだ面白いんだろうっていいよね。もう日本人は散々お笑いとか見てるからこういう下手なジョークの言い方っていうの忘れてるけども、何か言った後どうだ面白いだろうっていうのって俺今後使おうかなと思って滑り芸でも何でもないんだけど、ロッキーはこれを毎日毎日考えてると。友達になんであんなことしてるんだったら、いやいいんだよと、毎日ジョーク考えるのは頭のトレーニングにもなるしな。エイドリアンにまた来るぜ、本当に毎日毎日そこに通ってるんですね。そこまでして口説いているのは誰かっていうと、ロッキーにはポーリーっていう友達がいて、その中年のおっさんの妹なんですよね、エイドリアンって女の子は。ポーリーに頼んで無理やりデートさせてもらおうと思って感謝祭にポーリーの家へ行くんですよ。で妹と同居してるから。そしたら妹はロッキーが来ると全然知らないんですよ。でポーリーは何も考えず「いや来い来い」と「妹にちゃんと言ってくれたのか?」あ行った行った。実は行ってないんですよ。来い来い来い一緒に飯食おうよ、妹も会いたがってるよって、イタリア人だから超いい加減なこと言うんですけど、ロッキーがついてって「そうかじゃあ」とかって言ってもう嬉しそうについてって行ったら、もうエイドリアンブチ切れで「なんでこの人来てんのよ」とか、普段一言も喋れない、もう本当に口が聞けないんじゃないかっていうぐらいペット屋でおとなしい女の子がブチ切れで兄にガンガン怒鳴ってて、兄が「そんなこと言うんだったらな」とかって言ってちゃんとね感謝祭に七面鳥焼いてくれてるんですよね妹。だからそれはポーリーがガッと掴んで「こんな七面鳥なんか食えるか!」って窓の外にバーンって捨てちゃうんですよ。そしたらもううわーって泣き出して七面鳥の足掴んでボーンって捨てた時に七面鳥の足だけが残っちゃって、七面鳥の胴体全部消えて、でポーリーは立ったまま七面鳥の足をガン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 食って「泣くな!」って言ってて、でエイドリアンはうわーって泣いてて、ロッキーどないしたらええねんみたいな感じでものすごい気まずい雰囲気なんですよ。それでロッキーはもうエイドリアン無理やり気分変えようよ、俺もともと七面鳥好きじゃないしさ外行こうよって言って外に連れてって、なんかスポーツするのかって言ったらスケートするって言うから、じゃあスケートしに行こうって言ってアイスリングが近所にあるんですね。でアイスリングに行ったらもうスケート場閉まってて誰も入れない状態で、こう整備のおっさんがこう整備アイスのスケートリンク整備してるんですけど、そこ行ってちょっとさ10分だけ開けてくれよって言ったら、そしたら向こうが10ドルんなこと言う、25ドルか25ドルとか言って散々値切って8ドルで5分だけ開けてもらうんですよ。でエイドリアンだけに、金ないからレンタルシューズ履かせて、でそれでこう8ドルで買った5分間でこう滑り出すんですけど、もうその開けてくれたおっさんが世知辛くて30秒ごとにあと4分半あと4分っていうのを聞きながらロッキー普通の靴でエイドリアンだけスケート履いてシャーって歩きながらやってて、なんか女を口説くっていうのはここまでまめにやらないとダメなんだって言って、だんだんエイドリアンもちょっと笑顔が出てきていい雰囲気になって、そのまま慰めて自分の家まで連れてくるんですよ。エイドリアンが「いやもう私もう本当にそういうのダメで今日帰る」って「いいから入れよ、俺ちょっとさしょんべんしていいんだよ、もう我慢できねえからさ俺部屋に入りたいから一緒に入ってくれよ」というふうな感じで、本当に無理やりエイドリアンを自分の部屋へ連れて行ってドア閉めて鍵かけたかと思うと、もう玄関でそのまま襲いかかってそのままエイドリアンとロッキーブチューってキスしながら床でそのまま始めちゃうのね。でも次のシーンでいきなりこっからが「いや俺ど
どうなのかなと思ったら、次もエイドリアンとロッキーがポーリーの家で、そのお兄さんの家でね、ソファーで2人でめちゃくちゃイチャイチャしながらテレビ見てて、ポーリーすっげえつまんなそうに一緒にテレビ見てて、お前らもう帰れよって言ったら、そしてエイドリアンがどうしてここ私の家じゃんとか言いながらロッキーのお腹なんか撫でて、大丈夫とかってロッキーがおおとかって言ってて、ものすげえイチャイチャしやがってて、イタリア女の厚かましさってすごいよなと。エイドリアンとロッキーはこんなイチャイチャしてるから、いつの間にかお兄さんのポーリー仲間外れになったんだけども、これを見ててですね、つまんない冗談を女に言うのは正しいんだというふうに思ったんで、ハブ酒のですね話をしたお兄さん、内容的に問題はあるかもしれないけど君の戦略は正しいというですね、それだけの話でございましたありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。